皆さんこんにちは、パピーガニです。今回からは田中久也さんの著作旅客機で飛ぶマイクロソフトフライトシミュレーター2020コース攻略テクニック、こちらの書籍の内容に従った操縦方法を解説していきたいと思います。この書籍に従った飛行訓練動画は今回を含み3回のシリーズにまとめる予定です。今回はその1回目パート1基礎編のステップ1の訓練メニューの内容に従って自動操縦 IFR の飛行方法を解説していきます。なお、この書籍で飛行機の本格的な操縦方法を学びたい方は概要欄に Amazon リンクを貼っておきますので、そちらからご購入ください。パート1基礎編ステップ1のタイトルはアメリカのエメラルドシティシアトルを飛ぼうです。サブタイトルが摩天楼と水辺の街を自動操縦で周回飛行ということで、シアトルタコマ空港から出発してスペースニードル上空を折り返すという飛行プランになっています。しかしこの動画ではコースを拡張してアマゾンが多く点在するベルビュー市街地上空とレッドモンドにあるマイクロソフト本社の上空を通過してからタコマ空港に戻ります。さて、実際の飛行シーンに移る前に今回上空を飛行するシアトルに関連するモデルを3つ購入しているので、それを紹介します。1つ目はシーナリーを含むパックデータでシアトルランドマークスです。このパッケージにはシアトル市街の作り込まれたビル群が収まっています。2つ目はこれもシーナリーでシアトル&リージョンウォーターフィックスです。こちらは主に沿岸線の建造物などが作り込まれています。3つ目は KBFI ボーイングフィールドです。こちらはボーイング社の飛行場とその周辺の建物が作り込まれています。KBFI ボーイングフィールドのデータは最初の飛行時点ではインストールしていませんでしたので、動画の最後で作り込まれた飛行場の様子を紹介します。今回解説するオートパイロットに関連する VOR や NDB といった航空機向け無線標識の仕組みについては別な動画で解説していますので、そちらをご参考ください。それでは実際の飛行映像に移ります。はい、今回はまずワールドマップで、シアトルのですね、タコマ空港から離陸するような形になります。で、まずタコマ空港ね。で、これを選んで、そしてそのランウェイですね。滑走路は 34R を選択してください。着陸する場所は選択しない状態で大丈夫です。このタコマ空港から飛び立ってタコマ空港に戻ってくる形の飛行になりますので、フロームの方だけ設定しておくというのは設定しなくても大丈夫です。で、あと、航空機はですね、セスナ172スカイホーク G1000 っていうのを使います。次がその飛行の環境なんですけれども、ライブではなくて昼間ですね、に設定してやった方がいいとですね。だいたい10時とかくらいを設定すれば通常の環境で飛べる。で、ウェザーは、クリアスカイズを選べばいいとですね。はい、以上設定ができましたら、フライを押してください。はい、それでは、出発というかですね、レディートフライトをクリックして、出発の準備をこれから開始します。ちょっとこのコマンドパネルをこっちの方に避けといてですね。で、この、目の前にあるのが一応ガーミンの1000っていうタイプのコックピットパネルになっていて、これを操作していくという手順をですね、これから説明します。まず飛び立つ前に3つの設定が必要になります。1つはですね、巡航高度の設定。離陸した後に高度を1500フィートになるように設定します。アルティテュードのボタンが左下隅にありますので、2つボタンがあってですね、奥にあるのが大きい値。これを回すと1000フィート単位で設定できます。で、今回は1500フィートに設定したいので、まず大きい方の値を1000で設定して、ここにですね、設定された値が出てきます。で、小さい値は500フィートを設定します。はい、これで1500フィート。で、設定された値はここに出てきますね。1500フィートと。そして、上昇スピードですね。バーチカルスピードを次に設定します。これをちゃんと設定しないと自動操縦では飛行できないということになりますので、VS というこの下から2番目のボタンを押して、次にこれがですね、ヘディングアップって書いてると思うんですけども、これを5回押します。そうするとバーチカルスピードが500フィートに設定されるということですね、ここのところが。はい、これで離陸後の、自動操縦による飛行高度の設定は終わりましたので、次がですね、帰ってきた時に VOR でですね、自動操縦で着陸できるように設定します。そのために、このタコマ空港の周波数を設定する必要があります。このタコマ空港は 110.3 になりますので、
このナビつまみを回してですね、設定します。今、この左側にある 113.90 を、これも奥の方にあるダイヤルが大きい値を設定できるようになっていて、まずこれで110に設定しますね。で、小さい値を3に設定します。はい。で、これで 110.3 になりました。で、その後にスワップボタンを押してやると、アクティブな、周波数がこの 110.3 に設定されました。これは、110.5 から 110.3、どちらかをですね、このナビボタンの、スワップナビで設定できるんですけども、今、110.5 じゃなくて 110.3 の方をアクティブにしたという状態ですね。次が、この CDI っていうボタンがあるんですけど、これはパネルに表示されているのは表示だけで、実際押すのはこちらの下にあるボタンなんですけども、これで、VOR に、受信できるように、設定します。今、LOC1 ってなってますけども、これでいいのかな？ LOC1 が受信できるように設定されました。で、進行方向は345度、ないし344度とか、まあその辺の値になっていれば大丈夫です。で、離陸した後に進路をですね、設定したいので、ここにあるヘディングつまみを回します。これをですね、340に設定します。はい。で、離陸後に340を巡航進路として飛べるようにしますね。はい。で、このヘディングはですね、このちっちゃい青い印によって表示されるんですけども、オートパイロットをしたときに有効になるのは、この辺にあるオンになっているものが有効になりますので、まずですね、このバーチカルスピードオンになってますよね。そうすると、最初は手動になりますので、手動で上昇していった後に、AP ボタンを押した後は、ここが有効になるんですね、バーチカルスピード。高度を1500フィートに設定されているので、500フィートずつ上昇しながら1500フィートに達した時点で、そのままの高度で進むと、1500で進むというふうになります。で、その後にですね、ちょっと進路を変えたりとか、いろいろやるんですけども、その辺は逐次やっていきたいと思います。はい、それではですね、以上で設定というか準備が完了しましたので、これから、離陸しますね。で、この機種の場合は、実はここにパーキングブレーキがありまして、これをクリックするとパーキングブレーキがオフになりますね。で、このスロットルを、上げていって離陸します。はい、それではスロットルを上げていきましょう。で、なぜかこのね、スロットルが、必ず下がっちゃうんですよね。なんか、この機種の場合は常に押し続けていないと、安定スピードが出るまでは、スロットルがオフになるというか、下がってきてしまいますので、ちょっとこうした状態で、で、60ノットぐらいになったら離陸できますね。はい。で、上昇スピードが500ぐらいになったら、オートパイロットボタンをオンにします。そうすると、上昇スピード500で、ずっと飛んでいきますね。この赤い印がね、ちょっと何かよくわかんないんで調べておきたんですけども、これで多分、その実際に設定された上昇スピードの、ピッチの角度、それと現実のこの飛行機のピッチの角度が、合ってる状態になると思います。で、この辺に来たらですね、ヘディングのボタン、HEG っていうボタンをオンにすると、さっき設定した340度のですね、ヘディングに合わせてくれます。はい。で、今、ずっと高度が1500まで上がろうとしている状況ですね。エアスピードは100ぐらいが適当なので、水平飛行になった時にですね、どんどんスピードが上がってしまいますんで、ちょっとスロットルを絞ります。今、この ALT っていうのがブリンクしてますけど、ある程度設定値になったっていう意味ですよね。で、エアスピードは113。で、ここにですね、タコメーターがあるんですけども、スピードを出しすぎると、このスロットを縛らない状態にすると、タコメーターが回りすぎてですね、赤く警告が表示されますので、そこは注意してください。そして書籍では、ここに来た時点で、320度に、進路を変えるっていうふうに言って、その右側にあるのが、ボーイング社の飛行場ですね。ここを過ぎたあたりで、左に進路を変えるかな。
で、ここでヘディングをちょっと320に切り替えます。320ぐらいですね。そして高度ですね。800に下げます。で、この、ダイヤルでですね、高度を設定しただけでは、高度は実際には変わらなくて、今ここで800になりましたよね。このバーチカルスピードを設定しないと高度は変わりません。バーチカルスピードをオンにしました。そして、この、ヘディングダウンの方ですね。ヘッドダウンの方を5回クリックして、で、垂直スピードを500に設定します。そうすると、スピードが出過ぎるので、スロットルを絞ります。だいたい110ぐらいで、巡航するようにスロットルを絞りますね。もうちょっと左を見たのかな。あらら、350だった。320。このヘディングの操作も、このヘディングボタンを、これオフにしておくとね、進路角度を変えた後にヘディングボタンをオンにすると、ちゃんとその進路に合わせて飛ぶようになるというふうになってますんで、ここは使い方、飛びながら進路を変えるのか、進路を変えて設定した後に実際にオートパイロットで進路を変えるようにするのかっていうのは自由に選択できるようになっています。これがですね、ダウンタウンってビル群になってますね。シアトルの街です。で、シアトルの街は、これもまた購入してますんで、建物はですね、ちゃんと作り込まれたものがあったりなかったりという状況です。で、右手に見えるのがスカイニードルですね。このスカイニードルを越えたら、この書籍では実は、ぐるっと回って戻るっていう設定になってるんですけども、せっかくなんで、Amazon の本社とマイクロソフトの本社を訪れたいと思います。で、そのためにですね、ヘディングを東にですね、設定します。イーストの方かな。あそこにビル群がありますよね。あそこが Amazon のビル群が固まってある場所になりますね。ヘディングをオフにしておいて、このぐらいした方がな。この角度ですね。ヘディングセレクトをオンにすると。そうすると、高角度が今79度に設定されましたけども、はい、まっすぐ向かう方向になりましたと。はい、それで、この辺がね、だいたい Amazon のビルがいっぱいある場所なんですよね。はい、一回この辺で止まってですね、ちょっと下の状況を見てみたいと思います。このコマンドパネルを出して、一番左がポートになってますんで、一回ポートしますね。そして左手のタッチコントローラーのグリップにはドローンモードが売り付けられていますので、ここでちょっと向きを変えて、ちょっと後でまた調べておくかな。こっちかな。もしかして。これっぽいですよね、Amazon 本社はね。はい、で、飛行を再開しますが、この高速道路、左側に見える高速道路に沿って飛びますんで、オートパイロットは解除しますね。ここの左手に見えている、高速道路沿いに行くと、マイクロソフトのヘッドオフィスに当たります。で、Amazon はビルの中にね、事務所を抱えている場合が多いみたいなんですけども、マイクロソフトはね、すごく広いキャンパス的な場所になってます。ほとんどが低層の建物になってますね。ここですよね、確かね。ちょっと、ここでストップして、違ったかな。あ、そうです。この下に見えている、ちょっと屋根のね、形状に特徴があるんですけども、ここがマイクロソフトのヘッドオフィスになってるみたいですね。で、おそらく向こう側にある、建物群も全部マイクロソフトのオフィスみたいになっていて、ちょっとね、特徴ある、いかにも研究機関っぽい建物になっておりますけれども。はい、ということで、ここから、ぐるっと回って戻ります。で、戻るときは、タコマ空港に向かうんですけども、アプローチモードでですね、戻るために、滑走路に進入する方角の手前で進入経路と交差するように経路を新たに設定します。で、ここのですね、右側は地図が出ているんですけども、この地図のマップの大きさはこのつまみで変えることができます。ここ見ますと、どんどん領域がちっちゃく、広く取れるようになると。今ここにいるわけですよね。向こう側に向かっていると。
で、タコマ空港は KSEA。で、今いる場所はこの辺なんだよな。やっぱり60度から50度。50度の逆向きでもいいかな。ということは180足して230。なので230に設定しましょうか。ヘディングセレクトオフにしといて230。グッと増して、229でいいかな。に設定しておいて、で、オートパイロットに戻します。で、高度をね、高い高度からじゃないと VUR の侵入はできないので、高度も1500に設定しておきます。で、バーチカルスピードをヘディングアップの方で500に設定しますね。はい、これで帰りの準備完了したので、このトトグルオフにして、オートパイロットをオンにしますね。ヘディングセレクトをオンにすると、上昇しながら進路をね、さっきの230度保つと。はい、そうすると、これがVUR のね、経路上のやつで、ここのニードルが訓練でやった通り、これが近づいてくると、その経路上に乗ったかどうか判断ができるということです。で、今、アルティードが1500に達したんで、ここがブリークしてますね。で、今、ここにいて、KC、これが飛行場ね。タコマ飛行場。で、この辺にボーイングの飛行場があってってことですね。で、シアトルの街はこの辺なのかな。で、今、向こう側に向かって、ビルの方向に向かっていますけども、ビルの手前で、左に降りる形です。で、水平飛行に移ったので、スピードがね、高くなっていってるんで、少しスロットルを下げます。だいたい100ノットで巡航するように変えますね。そうそう。それで、ローカライズをつかむ前に、アプローチモードをオンにしないといけないですね。このアプローチモード、オンにします。はい、そうすると、ローカライザーを掴んだら左に進路を変えると。これオフになってるとね、オートパイロットオンになってますけども、このキーが有効にならないので、必ずローカライズをオンにする必要がありますね。ローカライズはこのアプローチモードか。で、手前の下に見えているのがマリナーズスタジアムですね。ちょっと外に出てみましょう。この、ちょっと梁がね、アーチ状にかかっているのがマリナーズスタジアム。で、飛行機の方が進路を変えましたね。今、ローカライザーに乗って進路を変更しています。はい、ここに見えているのが、これがボーイングの飛行場と。はい、後でね、もう一回ボーイングのシャウクを買って、その様子をね、見てみたいと思います。じゃあ飛行機に戻って、今、グライドスロープ掴んだのかな。まだか。今掴みましたね。で、このダイヤの印が少しずつ下がっています。今、効果を始めました。GS のマークがブリンクして、グライドスロープを使いましたよっていうメッセージが出ていますね。はい、国家を始めたので、ちょっとスロットルを下げて、だいたい60ノットぐらいね、本当は合わせなくちゃいけなくて、で、フラップを少しずつ下ろしていきます。はい、あんまりスピードとしすぎると失速してしまうので、60ノットになったあたりで着陸を開始しましょう。フラップは 100% まで下ろしますね。いい感じかな。で、この辺で、オートパイロットを解除して手動に切り替わります。ちょっとスピード落ちすぎ、大丈夫か。40ノットまで下がらなければ失速することはないので、大丈夫だと思いますね。で、グライドスロープ上の方に行ってますけども、手動に切り替えた段階では、目視で確認した方がいいと思います。はい、これタッチダウンします。で、着陸したらですね、ラダーの操作だけで方向は転換できますので、翼に触れる必要はないと思いますね。ちょっとこれで左の、で、今の操作は、
右手のタッチコントローラーのサムスティックを右に倒したり左に倒したりして向きを変えて、向こう側に、倒すとですね、奥の方に倒すとブレーキが効きますので、それでブレーキを効かせています。このフットペダルのね、状態を見ると分かると思うんですけども、右手のタッチコントローラーを奥に倒すと、こんな形でフットブレーキが効きますっていうですね。この辺でいいかな。そして、一応終わったらですね、スロットルを下げて、ということで、一応これで終わりますね。で、キーを多分回すか、アビオニクスマスターをですね、オフにすると、このゲーム自体は終わります。一応、律儀ですね。ちょっとキーを回して、エンジンを止めますけども、これが非常にやりにくいんです。左手でこう、くるっとマウス操作をすると、はい、止まります。で、ここで、これをオフにすると、はい、終了っていうことですね。はい、以上で終わります。これでだいたい飛行機のオートパイロットの操作とか、高度の設定とか、進路の設定っていうのは分かっていただけたと思いますんで、飛行機で飛ぶときって、運転を楽しむっていうやり方と、あと景色を楽しむっていうやり方、それと、どっかから A ポイントか B ポイントに飛ぶっていう、そういうね、旅客機的なやり方もあると思うんですけども、景色を見ながら楽しみたい方は、以上の操作で試してみてください。はい。以上になります。はい、ここに着陸していきたいと思います。ここが格納場になってますね。消防車が入っていて、なんか車もちゃんとした作りになってますね。面白い。これに行ってみましょうか。飛行機じゃない。空港を買うとですね、こんな形で人が歩いていたりとか、ちゃんと飛行機が止まっていたりですとかっていう風になってます。で、上から見るとこんな形になっていて、ボーイングの本社はあそこにあるのかな。本社社屋は多分向こう側ですね。いろんな飛行機が置いてある状況になってますね。ボーイングという看板がここに、で、中にもなんかいろいろ、これは、人置いた。誰かが歩いてる。こんな形でね、その空港を購入すると、人が歩いていたりとか、中身をしっかりと作り込まれているということが、今回初めて分かりました。ここは格納庫なのかな。だから中に入ると何かありそうな。ちゃんと渡り廊下も作られてますね。シアトルデリバリーセンター。一応ね、音もね、その周りの生活音とか雑音みたいな、なんか説明してるぞ、この人。Yes? Yes? No? OK? ということで、今回は、ボーイングの飛行場に着陸してみました。以上で終わりたいと思います。それではお疲れ様でした。